皆さんこんにちは。いきなりですが、皆さんは字幕設定気にしてますか？動画を上げれば YouTube は自動で字幕をつけてくれますが、時折正確性に欠けることがあります。だからといって字幕を手で入力するのは大変な時間と労力がかかりますので、編集を諦めている方も多いのではないでしょうか。そこで今回はサイバーリンク社の MyEdit という AI サービスを使ってタイムコードを含む字幕ファイル SRT を作成し、短時間で正確な字幕を作る方法をご紹介します。 SRT ファイルのメリットは、第一に時間短縮ができる点です。文字起こしをサードパーティーの AI に任せることで大幅に効率化することができます。第2に後から修正可能な点です。動画編集ソフトで字幕を埋め込む方法もありますが、映像に焼き付けられるため字幕を修正するには再アップロードが必要になります。字幕ファイルを使えば YouTube スタジオから簡単に修正が可能です。ぜひ字幕設定をオンにして最後までご覧ください。説明は Windows で行いますが、Linux、Mac にも対応しています。YouTube では様々な形式の字幕ファイルがサポートされていますが、今回はシンプルで使いやすい SRT を使用します。SRT とはサブリックというフォーマットで作られた字幕ファイル形式で、拡張子は .srt です。字幕のテキストとそれが表示されるタイミングがタイムコードで記載されています。これが動画と同期して表示されることで、視聴者は正確なタイミングで字幕を見ることができます。1行目には字幕の通し番号、2行目は開始時間と終了時間、3行目以降には字幕のテキストが記載されます。字幕ごとにこのパターンを繰り返します。ちなみに手打ち入力でも作れます。では SRT ファイルを作っていきましょう。まず完成した動画ファイルから音声だけを WAV ファイルで書き出します。サイバーリンク社のオンラインサービス MyEdit にアクセスして、オーディオ編集ツール文字起こしと進み WAV ファイルをアップロードします。生成をクリックすると文字起こしが実行されます。必ず誤字脱字が出てくるので修正は必要ですが、 YouTube の自動文字起こしとは性能に雲泥の差があります。誤字を減らすには句読点を多めにつけておくと良いです。右上ダウンロードのプルダウンメニューからタイムコードを含むテキストを選択してダウンロードします。クリックするとメモ帳で開かれますので、文章の構成を行います。YouTube スタジオでも編集できますが、ここでやった方が早いと思います。保存をクリックして SRT ファイルの完成です。それでは YouTube スタジオにログインし、字幕のアップロード作業に入ります。まずアップロードした動画を選択し、左側から字幕をクリックします。字幕設定のページで自動字幕起こしを削除しましょう。次にペンマークをクリック、ファイルをアップロードと進み、タイムコードありを選択します。先ほど作成した SRT ファイルを選択するとアップロード完了です。あとは動画を再生しながらタイミングや文章を最終チェックして気になるところを修正しましょう。ショートカットのガイドがありますので、ここで編集する方は
チェックしておいてください。私はコントロールプラス上下キーだけ使っています。開始時間と終了時間を調整する場合はこの欄に数字を入力するか、もしくはタイムラインで変更できます。注意していただきたいのは SRT ファイルの時間表示は時間、分、秒、ミリ秒でしたが、このページでは分、秒、フレームとなっています。フレームについては後ほど詳細に説明します。この欄にはフレームレート未満の数字を入力するようにしてください。タイミングと文章のチェックが終わったら下書き保存と公開をクリックして字幕の完成です。今回使用しているマイエディットは基本有料なのですが、1日1回のみ3クレジットもらえる仕組みがあります。私はブラウザの起動時に自動表示させ、ちょこちょこと貯めていますので実質無料となっています。サイバーリンク社はパワー DVD やパワーディレクターで有名な台湾の企業です。老舗ですので安心して使えています。無料で文字起こしと SRT の出力ができるサービスは少ないのでおすすめです。ただ文字起こしと字幕ファイルの書き出し機能が標準装備されている動画編集ソフトをお使いの方はマイエディットを使う必要はありません。余談ですが、YouTube 上で編集した SRT ファイルはダウンロード可能です。どういう時に使うかというと、例えば YouTube 上で SRT ファイルを編集した後に一部分の映像だけを差し替えて再アップロードする場合です。修正前の動画からタイトルや説明欄などはある程度再利用できますが、字幕ファイルの再利用はできないので大変便利です。次に先ほど触れたタイムスタンプのフレームの説明をします。動画は一連の静止画像を連続して表示することで動きが表現されます。フレームとはその静止画像の一枚一枚のことを指します。例えばこの動画はフレームレートが 24fps でアップロードされており、1秒間の動画が24枚の画像で構成されているということになります。よってタイムスタンプのフレームの欄に入る数字は0から23までとなります。24と入力した場合、1秒に変換されます。もし終了時間を1分18秒08から 0.5 秒伸ばしたいときは12フレームを足して20と入力しなければなりません。単位が10ミリ秒だと思って50と入力するとこうなります。実は私もこの動画を作り始めるまで気づきませんでした。これまで見て見ぬふりをしてきたわけですが、人生の悩みが一つ解決したのでテンション爆上がりです。あとは外国語字幕の設定ですが、言語を追加をクリックし、言語を選択して追加をクリックし、自動翻訳に進みましょう。先ほど設定した字幕をもとに自動翻訳がなされます。私のチャンネルではすべての動画に英語字幕をつけておりますが、効果のほどは微妙です。いかがでしたでしょうか。このやり方を覚えてから手動入力に比べ半分以下の時間で字幕を作れるようになりました。また普段は10分の動画だと字幕の作業に30分程度かけていますが、本動画ではあえて手を抜いて10分で済ませています。
漢字と仮名の修正のみ行い、句読点の入力、タイミングと改行の調整は行っていません。手を抜いた場合でもこの程度の品質にはなるということで参考にしていただければと思います。以上です。この動画が皆様のお役に立てれば幸いです。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、いいねボタンをよろしくお願いいたします。